よしおは、陽子とのことで、ままならなさを感じていた。そのままならなさが、なんとかなればいいとは思う。しかし、多分それは、どうにもならないものなのだろう。とも思う。よしおにとって世の中というのは、そういうものだった。世の中のままならなさ。子供の頃からずっと続いている。ふと家族のことを思う。両親とはほとんど連絡を取っていない。今、交流があるのは兄の忠雄だけだった。よしおは忠雄と会うことで家族とのつながりをかろうじて保っていられた。仕事中、携帯電話に忠雄から連絡があった。よしおは席を外してかけ直す。今日の夜、空いてるかと、忠雄は言う。その日の夜、よしおは見たいテレビ番組があることを思い出して、つい、今日じゃなくちゃダメなのかと、忠雄に言った。すると、いつならいいんだよ。と、忠雄が言う。よしおは忠雄を無下にはできない。子供の頃からずっと。忠雄は自分の味方になってくれたのだ。わかったよ、付き合うよ。と、よしおは言った。そしてその夜、よしおは忠雄と会った。待ち合わせた居酒屋で、ビールと豚キムチをまず注文した。忠雄の近況を聞かされる。結婚4年目で、幸せそうに見える忠雄にも、いろいろあるらしい。家のローン、子供の養育費、奥さんとの意見の食い違い。そんな話を聞かされていると、よしおは考えてしまう。忠雄より出来の悪い自分は、そのうちもっと悲惨なことになるのではないのか。よしおの様子に気づいた忠雄が言う。まあ、しょうがないじゃないか。何がしょうがないんだよ。俺にはお前以外にこんな話ができるやつがいないの。
忠雄は出来がいい割に無神経なところがあると、よしおは思う。よしおはふと、陽子とのことを話してみたくなったが、やめておいた。陽子とのことは、自慢になるようなことでもなかった。忠雄が言った。ところでさ、親父。今年の10月で定年だ。親父のご苦労さん会をやるから。お前も来いよ。急にそう言われて、よしおは慌てた。よしおは両親と折り合いが悪い。期待通りになれない自分。その自分を容赦なく責め立てる両親。それはもう昔のことだった。しかし、よしおのこだわりは消えていない。自分は期待通りになれなかったのだ。よしおは言った。嫌だよ、俺は行きたくない。そうはいかない、と、忠雄。嫌だ、と、よしお。もし、うまくやれそうになかったら、お前は俺に、調子合わせてりゃいいから。とにかく、来い。俺と、あのクソ親父だぞ。兄貴、うまくやれるか？そんなことは知らんが。やってみるしか、ないだろ。忠雄が言った。お前、知ってるか？親父、昔、うつ病になったことがあったんだ。初耳だった。うつ病？あの親父がか？母さんが、そう言ってた。父親の正雄にも、悩みがあったようだった。社会でのプレッシャー、子供の養育、家のローンや将来の不安。忠雄が言った。苦労をかけたんだよ、俺たちはさ。その夜、忠雄と別れた後、よしおは考えていた。よしおが、父親に苦労をかけた。と、言われれば、そうなのかもしれない。しかしその苦労に報いることは、これまでずっと、できなかった。決して、期待通りになれない自分。自分は、忠雄とは違うのだ。よしおは、両親の前では、自分に自信が持てなかった。そして今、よしおは社会に対しても、
世の中に対しても自信を持てずにいた。よしおは両親に会いたくなかった。しかし、忠夫の言う通り、父親の定年のご苦労さん会には、顔を出さないわけには、いかないとも思う。よしおが学校を出て、人並みに就職できたのは、両親のおかげだった。両親は、よしおの面倒を見てくれたのだ。どのくらい両親と顔を合わせていないのか。考えてみると、1年以上は会っていなかった。どんな顔をされるだろう。めったに顔を見せない。ダメな息子。その日、よしおが実家の玄関のチャイムを押すと、父の正雄が顔を出した。よう、久しぶりじゃないか。さあ入れ。正雄がそう言って笑った。これ、親父に。よしおは申し訳なさそうに。持参した日本酒を正雄に手渡した。悪いな、と言って。正雄は受け取った。よしおが玄関で靴を脱いでいると。今日はよく来てくれた。と、正雄が言った。忠夫はもう来ていた。居間には退職祝いの料理が並べられていた。寿司、スモークサーモン、鶏の唐揚げ、刺身、ローストビーフ、サラダ、などなど。しかし、その中に、餃子が一皿、置いてあった。シューマイならともかく、餃子は、祝いの席には少し、場違いな感じがする。しかしそれは、よしおが子供の頃からの好物だった。それは母の清美が、よしおのために、作ったものに違いなかった。母親の清美の用意が終わるのを待っていると、忠夫が正雄に言った。あのハサミ、もう片付けてもいいんじゃないか。今の鍵のついている飾り棚の中、飾られた陶器や人形や模型と一緒にサランラップを巻いた。
古いハサミが置いてある。そういえば、これまで。気にしたこともなかったが。よしおが物心つく前から。そのハサミはずっとそこに。あったような気がする。よしおはその時初めて。そのハサミが気になった。だいたい、なんでサランラップを巻いてあるのだろう。よしおは言った。あのハサミ、何なんだ？ひょっとして、値打ち物？マサオが言った。あれはな、床屋さんごっこだ。床屋さんごっこ、何のことだろう。とよしおは思った。お前たちが子供の頃に。お前たちは、あのハサミで。床屋さんごっこをやったんだ。と、マサオが言った。つまり、タダオとヨシオが、まだ幼い頃。互いの髪を、そのハサミで切り合った。ということだった。切り合った後の、二人の頭は。ひどいありさまだったらしい。ヨシオは、覚えていなかった。そんなこと、あったっけ？俺は覚えてる、と、タダオが言った。それで、どうしたの？二人とも。本物の床屋に連れて行って。丸坊主にしてやったさ。と、マサオが言った。清美が、冷えた瓶ビールを。持ってきた。マサオは、栓を抜くと。タダオとヨシオの、グラスに注いだ。つまり教訓さ。男の子っていうのは、何をやり出すかわからない。それを忘れないように。あのハサミを、あそこに。飾っておいたんだ。と、マサオが言った。やがて、用意を終えた清美も。席に着いた。それじゃあ、始めましょうか。と、清美が言った。それじゃあみんな、今日はありがとう。と、マサオが言った。四人は、互いのグラスを合わせ、乾杯した。マサオにも清美にも。一年以上も、顔を見せないヨシオに。言いたいことがあるはずだった。でも、そのことには触れない。そのことに、二人の、ヨシオに対する思いを感じた。社会に出た今は、
よしおにも二人の苦労が少しはわかる。その苦労に報いることはできなかった。申し訳ないと思う。しかし今は、それを口にしてはいけない。今、正雄も清美も忠雄も、笑顔でいる。だからよしおも、笑顔でいる。そのことが大切だと、よしおは思った。再生リスト9に続きます。